今日はスタジオの生成で既存の曲にセリフを入れた時の挙動を解説するよ。本題に入る前にスタジオの生成方法のリクリエイトがカバーになったことを解説するね。リクリエイトは以前の動画で解説した通り、存在意義がよくわからない生成だったので、カバー追加と同時に存在を抹消されたよ。復活することもないんじゃないかな。新規追加されたカバーの生成は、リプレイスとはコンテキスト範囲が異なる。リプレイスは左右も上下も参照するけど、生成範囲にある情報は参照しない。一方でカバーは生成範囲の情報も参照する。この差が生成にどう影響するかというと、リプレイスは生成範囲のメロディーを再現せず、カバーは生成範囲のメロディーを再現するよ。カバーのコンテキスト範囲は新規トラックで、クリエイト生成をした時と全く同じだから、クリエイトに近い生成結果になると考えると分かりやすいかもしれないね。ただクリエイトとカバーは少し性質が違うんだ。クリエイトは元データの音を真似するけど、カバーは通常生成のカバーと同じように一度楽譜に戻してから再生成をしてそう。今回の動画の後半で比較するから、詳しくはその時に解説するね。それじゃ今日のテーマである既存の曲にセリフを入れる話を始めるよ。スノでは歌詞欄にスポークンワードのメタタグを入れると該当部分がセリフになる。ただ成功率があまり高くない問題がある。ジャンルによってはかなり成功しにくいね。でも既存の曲に後からスタジオでセリフを入れる時の成功率はかなり高い。ということで今回は既存の曲に後からセリフを入れる方法を考えていくよ。まずはスタジオ生成に限らずいろいろな方法を試してみようか。スノスタジオって使いにくいよね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 。既存の曲に後からセリフを加えるのは後から歌を加えるのと同じ話だから、アドボーカルやリプレイスセクションでスタジオを使わずセリフを加えることもできる。ただこの場合セリフの入った部分の伴奏が大きく変化してしまう問題があるね。セリフはメロディーやリズムを元の曲と合わせなくていいから伴奏はそのままでいい。でもスノはセリフも歌扱いするので、セリフの追加でも伴奏はかなり変化してしまう。だから伴奏を変えずにセリフを入れるのは元のデータを変えないスタジオでしかできない。それとアドボーカルやリプレイスセクションは逆に伴奏にセリフが負けてしまってセリフが歌になったり消えたりする。これが成功率の低さの原因だよ。スタジオの生成は伴奏の影響を受けにくく、セリフ生成に失敗する確率はかなり低い。スノで既存の曲にセリフを入れるならスタジオでやるのが圧倒的に優秀だと思うよ。ただスタジオを使うのであればスノ外部でセリフを作る方法もあるよね。この私もそうであるようにセリフを話せる AI は数多く存在する。さっき言った通りセリフは元の曲と合わせなくても問題は起きないから、ボイス AI で適当にセリフを生成してアップロードするのが一番手軽なんだよね。ボイス AI の方がクオリティも高いし成功率も当然 100% に決まってるからね。ただそれだとこの動画が終わってしまうので、スタジオでセリフを生成する利点を考えてみる。セリフもスタイルを入力することでいろいろと変化させることができるから、とりあえずいろいろとスタイルを入れてどんな声になるか聞いてみようか。効果を分かりやすくするためにスタイルインフルエンスは 100% にしておくよ。スノスタジオって使いにくいよね。スノスタジオって使いにくいよね。スノスタジオって
ノスタジオって使いにくいよね。スノースタジオって使いにくいよね。スノ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 スタジオって使いにくいよね。ボーカルを変える効果のあるスタイルはセリフを変える効果もあることが多いよ。ボーカルには効くけどセリフには効かない。そんなスタイルも結構あるんだけどね。それと生成結果もかなり不安定になる。1回で狙った声を出すのは難しいと思うよ。だから普通のセリフを作るのであれば外部ソフト利用の方が優秀だと思う。ただ微妙に歌混じりのセリフみたいな音楽的な要素の混じったセリフについてはスタジオ以外で作るのは難しいと思う。これはスタジオの優れている点と言えそうだね。今までは既存の曲に新規トラックを追加してクリエイト生成をした時の挙動を紹介したけど、今度は既存の曲にセリフデータを追加してそこからさらに生成した場合を調べようか。要するに先ほどのサンプル曲に私の声のセリフをアップロードして私の声のデータをカバー生成する、またはその下でクリエイト生成をする。この場合カバーもクリエイトも私の声を真似た声を生成するんだけど、カバーとクリエイトでちょっと差が出る。それも比較しながら聞いていこうか。スノスタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とかもう少し分かりやすくしてほしいな。このままだと人に勧めにくいよ。スノスタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とかもう少し分かりやすくしてほしいな。このままだと人に勧めにくいよ。スノースタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とかもう少し分かりやすくしてほしいな。このままだと人に勧めにくいよ。スノスタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とか。スノスタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とかもう少しわかる。スノスタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とか。スタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とか。スノスタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とかもう少し分かりやすくしてほしいね。このままだと人に勧めにくいよ。スノースタジオって使いにくいよね。テンポ設定とかコンテキスト設定とかもう少し分かりやすくしてほしい。クリエイトは参照先の音を再現しようとする。元の曲に近い音が生成されやすいけど音質の劣化やノイズが生じやすい。リマスター系と似た性質の生成になるね。カバーも参照先のデータは真似るけど音は再現せず改めて演奏し直す。だから元の音とは別の音になりやすい。一方で音質の劣化は生じにくいね。またカバーはクリエイトより再現力が弱いから別の楽器が入ってしまう失敗が多くなるよ。こんな風にクリエイトとカバーはちょっと違う。ただ似たような挙動をするのも確か。細かい性能にこだわる人は使い分けてもいいけど深く考えず適当に使ってもいいとは思う。話をセリフに戻すとお手本を用意すればセリフの速度や性質をある程度固定できる。ただ元のセリフから多少は変化してしまう。リマスターのような再現をすることはできない。ただセリフ生成の時に生成範囲を変えてもセリフ速度が変わったりはしないので特定の区間に長いセリフを入れたい時は
お手本がないと綺麗に収まりにくいよ。お手本のセリフは外部で用意しなくても、スタジオで生成したセリフを一度保存して、アジャストスピードで速度を調整してからスタジオに再度持ち込む方法も使えるよ。なんで速度の微調整程度の操作がスタジオ内でできないんだろうね。最後にスタイル欄にスポークンワードを入れた時の挙動を簡単に解説しておくよ。スタイル欄にスポークンワードと入れてもセリフが生成される効果はあるよ。リリック欄で指定した方が効果が高いから、あえてスタイル欄に入れる意味はあまりない。ただ併用するとセリフ効果が強まる。リリック欄の指定だけだと歌ってしまうときは、スタイル欄にもスポークンワードを入れるとセリフが優先されやすくなるよ。それと少し変わった使い方として、歌詞欄には文字を入れず空欄にして、スタイル欄にスポークンワードを入れると意味のない言葉のセリフが生成されるよ。実際にどんなセリフが生成されるかちょっと聞いてみようか。 Provavi con pensare, ma c'è lenta portando per speranza. Ma se somos ambulantes, la poi pompe quasi fa. Solo pina scemi, solo pipaton. And this is Crow, the Clippers ranking pine, sing beat to our unbar, and this is all covers, and this is all pie, as Clippers ranking pine. मोहब्बत में जरा को किया जब मारे कलीने ने किया जब मेरे खाने ने किया ही पारे कलीने ने किया あれどこもが食えてひたいてわこも切ってくられてひたいて中の前の立ってスノーに来たしたのだ食いてひたいて。歌詞が空欄のスポークンワードは意味のない単語や文字の羅列でセリフを作る。意味のないセリフを作ってどうするのと思う人もいるかもしれないけど、人の声は入れたいけど意味は持たせたくないという需要は音楽においては意外とある。意味のないセリフを作りたいときは歌詞空欄のスポークンワードスタイルがいいね。ちなみにスタジオのボーカル生成以外でも工夫すれば似た生成をすることはできるよ。インストでも人の声が出るスタイルとスポークンワードスタイルを組み合わせれば普通の生成でも意味のないセリフの曲を作れる。今回の BGM もそうやって作った曲だよ。まあこれは結構特殊な使い方だから基本はリリック欄を使った方がいいだろうね。それじゃまたね。